ってはいけないこと。匂いが気になって脇の下を何度もってたり、デリケートな脇は湿疹や毛嚢炎を起こしてしまいます。で、匂いが強い場合は手術がいいと思います。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビやと湿疹などでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は、日常生活で脇の匂いでお困りな方のために脇がの治療について、汗の種類、脇がとは脇の汗が気になる時にやってはいけないこと、脇がにも薬って効くのについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、脇の匂いや脇がについて詳しくなれると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。よく混合されがちなんですけれども、脇の多汗症と脇がはそれぞれ分泌される汗腺が異なる別の病気なんですね。脇に汗を大量にかく人は自分で脇がなのかなって思うかもしれませんが、脇がか多汗症かを見分けるためのポイントは汗の量じゃなくて匂いです。多汗症の人の汗はエクリン汗腺から分泌されるので、脇がのような匂いはありません。汗臭いっていう言葉があるように、汗をかくと匂うのではと不安になる人が多いんですね。汗は皮膚にある汗腺から出てきますが、汗腺にはアポクリン汗腺とエクリン汗腺の2種類があります。どう違うのかっていうと、エクリン汗腺はほぼ全身にあって、運動した時にかく通常の汗で水のようにサラッとしてます。蒸発しやすいので、拭き取れば匂いはあまり気になりません。暑いところにいたり、緊張によって発汗して、特に足の裏に多く存在しています。この汗はアセチルコリンという物質が関与していて、交感神経の末端からアセチルコリンが分泌されると、エクリン汗腺に作用して発汗が促されます。エクリン汗腺から出る汗は無臭で、匂いの原因となる物質はほとんど含まれていませんが、汗が皮膚の表面で赤や皮脂などと混じり合うと、これを細菌が分解することで匂い物質が発生して臭く感じます。一方で、アポクリン汗腺は限られた部分にだけ存在していて、特に脇の下や陰部に多くあって、思春期になると性ホルモンの影響で分泌が多くなります。アポクリン汗腺から出る汗は脂質やタンパク質などを多く含んでいて、匂いの元となる成分を多く含んでいて、脇がの原因にもなります。だから、脇がの人はアポクリン腺が大きくって、その数も多く、分泌量が多い傾向にあります。なので、わかりやすく言うと、アポクリン汗腺は体温調節をしていて、多汗の原因になって、アポクリン汗腺は体臭の元となり、匂いの原因になります。脇がっていうのは、上染色体優性遺伝のため遺伝しやすい病気です。ご両親のどちらかが脇がを持っている場合、50% の確率で遺伝して、両親ともに脇がの方は 80% の確率でお子さんも脇がになるって言われています。あと、脇がの方の特徴としては、耳垢が湿っている方が多いことが分かっています。アポクリン腺が思春期になると発達するので、脇がはだいたい10歳から15歳ぐらいで発症します。脇がの匂いとしては、温泉のような硫黄みたいな酸味がかった匂いとか、カビのような匂い、生乾き臭、鉄のような匂い、あとは香辛料とかカレースパイスみたいな匂いがありますが、どれか一つに限定されるわけじゃなくて、いろんな匂いが微妙に混じり合うことが多いです。脇の匂いが気になるときにやってはいけないこと。匂いが気になって脇の下を何度もこすって洗ったり、脇毛を不潔なピンセットで抜いてみたりとか、不適切な自己処理をしてしまうと、デリケートな脇は湿疹や毛嚢炎を起こしてしまいます。あとは汗拭きシートや制汗剤の使いすぎにも注意が必要です。アルコール成分が入ったものでゴシゴシこすってしまうと逆に匂いが出てしまうってことがあるんですね。あとは洗濯物って生乾きだと臭くなりますよね。どうしてだと思いますか？実は雨の日で洗濯物が十分に乾いていないと匂いの原因、ブラクセラ菌が繁殖しちゃうんですよ。で、特に脇って皮脂が残りやすいし、洋服の生地が重なってて乾きにくい部分なので、
匂いの原因、モラクセラ菌が繁殖しやすいので、もうしっかり洗濯物は乾かすようにしましょう。で、脇がにもお薬って効くのかなっていうことなんですが、いわゆる脇がは脇から独特の特有の匂いと黄色くてねっとりした汗が大量に出る状態なんですが、脇がの汗ってアポクリン腺っていう汗腺から分泌されるんですね。で、白い T シャツの脇に黄ばみが出たりするのは、このアポクリン汗腺から出た汗が原因です。アポクリン汗腺は先ほど申し上げたように限られた部分にだけ存在していて、特に脇の下や陰部、耳の穴に多くあって、思春期になると性ホルモンの影響で脇がの原因となるアポクリン腺からの汗の分泌が多くなってしまうんですね。アポクリン腺から出る汗は脂質やタンパク質などを多く含んでいるのが特徴で、匂いの元となる成分を多く含んでいて、脇がの原因になるんですね。だから脇がの人はアポクリン腺が大きくて、その数も多くって分泌量が多い傾向にあります。で、匂いが強い場合は手術がいいと思います。手術は脇の下を切ってアポクリン腺の分布している層を手術用のハサミで皮膚の裏側から切除するみたいな方法が最もよく行われています。これによって9割以上の方は強い匂いは減少します。手術してから数ヶ月の間は皮膚が引きつれちゃったりとか色素沈着などが起こりますし、手術による傷跡って永久に残ってしまいます。なので少し脇の匂いが出るけど手術するほどではないよって方は、マイクロ波という電磁波を照射するミラドライという機械があって、アポクリン汗腺とエクリン汗腺を同時に破壊するってこともあるんですね。だけどこれは残念ながら3割負担の健康保険外の治療になってかなり高額な治療になってしまいます。いわゆる制汗剤やボトックスの注射はエクリン汗腺に作用しますので、脇が自体には直接の効果はありませんが、皮膚表面に存在する細菌が汗の成分を分解することで匂いを発生しますので、エクリン汗腺からの汗を抑えることで細菌の増殖が抑えられれば匂いは軽くなります。ということで今日は日常生活で脇の汗、脇がにお困りな方に脇の汗の種類、脇がとは脇の匂いが気になるときにやってはいけないこと、脇がにも薬って効くのについて皆さんにお話をさせていただきました。脇がについて詳しくなれましたでしょうか？このチャンネルでは綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方はコメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画の更新の励みになりますのでとても嬉しいです。さて次回は足の匂いについてお話をします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。